はい、こんにちは。たけチャンネルです。今回ですね、ちょっとね、また、ご依頼のものをいただきまして、ちょっと今回のこれはね、結構長期的な感じになるかなと思うんですけど、ちょっと前からね、僕もね、気になってたキットを、今回やっていこうと思います。はい。ちょっと僕のチャンネルの、を見てくださってる視聴者の方の層とは少しずれるかもしれないですけれども、結構話題のキットなのでやっていこうと思います。それがですね、こちら、新商品ではないんですけど、5スターストーリーズ5スターストーリーズの、ナイト・オブ・ゴールドですね、タイプ D ミラージュ、こちらの制作やっていこうと思います。はい。で、これはボクさんから発売されてる、プラキットですね、になるんですけれども、こちらの制作やっていこうと思います。でね、これね、100分の1スケールになってるんですけど、このキットが出た後、つい最近ですけど、このシリーズのスケール表記が変わったらしいんですよね。で、今のスケール表記になると、これ72分の1になるらしいです。だったかな？間違ってたらごめんなさい。注意、指摘してください。はい。っていうことなんで、今回これ100分の1っていうスケールになってるんですけども、こちらの制作やっていこうと思います。はい。で、先に保険をかけておくと、僕5スターは、履修しておりません。はい。全く見たことないです。設定とかもほとんど知らないんですけど、やっぱりすごい人気があるっていうのと、お客様でもね、作られてた方が結構いらっしゃって、で、独特なデザインなんですよ。聞いた話では、ゼータガンダムシリーズのキュベレーとか、あの辺の、モビルスーツをデザインした長野守さんっていう方が、デザインしてるらしいんですけども、全く知りません、僕は。なんで、あえて、もう、知らないまま行こうの。5スターを知らないカーモデラーが、割と本気を出して作ると、こうなります。っていう、仕上げでやっていこうと思いますので、細かいところいっぱい突っ込みどころいっぱいあると思うんですけれども、あまりいじめないでいただけるとありがたいなと思います。もちろんアドバイスはね、喜んで、参考にさせていただきますんで、こうだよっていうのがありましたらよかったらコメントもお願いいたします。というわけで、早速開封の方からやっていきましょう。はい、そしたら開封していきましょう。箱がでかすぎて映りません。はい、開けていくと、僕もねまだね中しっかりチェックしてないんですよ。はい、こんな感じ。かなりね分厚い箱映んないな、かなり分厚い箱に結構みちみちに入ってます。でナイト・オブ・ゴールド基本的にもう全身ゴールドの機体になるので、一応成型色はゴールドっていうことなんですけど、かなり黄土色に近いゴールドですよね。こんな感じのになってて、でやっぱり成型色にメタリックが入ってるんで、どうしてもウェルドラインが非常に目立つ仕様になってるので、基本的にはやっぱり塗装前提っていう形になってくるかなとは思いますね。はい、こんな感じのパーツが入ってます。これが頭のパーツとかっていう感じですね。はい。で、結構ね、この5スターの特徴として、こういうビラビラしたいろんな過色が入ってるっていうのがね、非常に、特徴的な部分なんで、こういうのがいっぱい入っております。で、あと、こういうちょっと、なんていうのかな、銅色というか、ちょっと茶色っぽい感じの色、これもメタリックなんですけど、こういう感じの色のパーツも入ってます。これはポリキャップ的なやつなのかな。ポリキャップ的なやつだけどポリキャップではないのかな、材質は。こんなもん入ってます。
多分これ足だと思うんですけど、わからん見ただけで多分これが型ですよね。型のパーツと、あと刀の鞘のパーツっていう感じ。これも同じランですね。でこっちが、ランチャー、かなりでかい、ビームライフルみたいなですね、それのパーツになってます。かなりでかいこれも。でこれは腰回りとかかなっぽい感じですよね。こんな感じ。腰とか胴体とかその辺かな、胸周りとかですかね。でこれがフレーム。フレームはこういうさっきも言ったような銅色っぽい感じの、フレームになってます。でこの辺が腕とかかないう感じでいろいろパーツが入ってます。結構ねパーツは多いかな。結構パーツは多いんですけど、ただまあガンプラのマスターグレードとかほどパーツの分割は細かくないというか、まあ、色分けがそんなないんですよね。ほぼ全身ゴールドで、ところどころに差し色で赤とかが入ってるっていう感じなんで、そんなにね色分けがないんで、パーツの細かい分割とかはそんなにないっていう感じですね。でこれもフレームですね。こんな感じになってます。こんな感じですね。パーツに関してはこんな感じになります。これなんか面白いな。これ多分胸のフレームかな、胸のフレームやと思うんですけど、多分こういうスライド金型みたいな感じになってます。はい。であとこれが説明書と、あと一部関節とかでネジ止めの部分があるんでネジと、あとなんかゴムのオーリングが入ってるんですよね。オーリングが入ってるんで、多分これで多分関節の渋みを出したりとかそれなんかもしれないんですけど、でもまあ組んだ人にね話を聞くと、基本的には稼働させてどうこうっていうキットではないっていう風におっしゃってたんで、みんなだからまあそんなにね稼働に関してはあまり気にしないでいいかなって感じですね。はい。で、説明書が中がねフルカラーですね。フルカラーの説明書すごいで、しかもこれ塗装綺麗なこれまあこういう感じで作りたいって感じですよね。こういう感じで、こういう風に肩の関節とかにビスがあるっていう感じですねになってます。はい。であと、水電車デカールが入ってる感じ。だから最新のキットに入ってる水電車デカールとは思えないようなこの台紙の色をしてますけどね水電車デカールが入ってて、これをこういうね肩とか肩アーマーのところだったりとか、あとおでこのここだったりとかっていうところに貼るっていう感じですね。ただまあこのおでこのところのこの白というかシルバーの塗り分け、ここに関しては塗装でやれっていうことみたいですね。であとこういう全身にある細かい赤いラインとか赤いポイント、この辺とかも塗装でっていうことみたいなので、だったらもういっそのこと全部塗っちゃってもいいんじゃないっていう気もせんでもないですよね。まあちょっとその辺は考えます。はい。っていう感じになります。はい。入ってる部品はねこんな感じです。で、まあこのパーツ類をちょっと見ていきましょう。はい。でちょっとね全部のパーツ一個一個見ていくとちょっと拉致が開かないので、特徴的なパーツをね何個か見ていこうかなと思うんですけど、まあこれ、頭部のパーツとか頭部とか腰スカートのパーツになるんですけど、まあこんな感じでねこういう細かいモールドがびっちり入ってるっていうのが、5スターストーリーズの特徴でもあるんですが、結構ね思ってた以上にまあこの辺とかにしてもそうなんですけど、
思ってた以上にモールドがね結構だるいんですよね。抜きの関係とかもあって仕方ない部分はあると思うんですけど、ここは割としっかりしてるんだけど、この横の部分とかは、抜きテーパーの関係とかもあって結構モールドがだるめっていうのもあるんで、この辺ね最後墨流してあげた方が絶対いいと思うんだけど、墨流す時にもうちょっとはっきりしてないと綺麗にね墨が入ってくれないんで、この辺はちょっと彫り直した方がいいかなっていう感じですね。はい。でここのねさっきの塗装しないといけないって言ってたこの部分、これ白で塗るっていう指示になってるんですけど、ここもねちょっとねモールドがね結構甘いんで、どう塗ろうかなって感じですね。筆で塗るのがいいのかな、このぐらいだったら。ちょっとこれは要検討ですねっていう感じになります。はい。であと、こういう面の部分とかを見るとどうしてもね、こういうスナップフィットで裏にこういうダボがある関係で割と引けがあるんですよね、表面。なのでこの引けとかもやっぱり処理しとかないと、最終ね、ゴールドに塗装してクリアを拭いて光沢を出してってなると結構目立つので、この辺のね引け処理とかもしっかりやってかんとあかんなっていう感じですね。こんな感じで、こっちとかこっちのランチャーのパーツ、ここから5まででワンパーツなんですけど、これもう左右合わせとかなんでね、パーツの構成が左右合わせとかなんで、もう思いっきり合わせ目が出ちゃうんで、その辺の合わせ目の修正とかもしていかないといけないなって感じですね。であとはね設計思想の問題だと思う、問題ではないんですけど、基本的にもうゲートがねもう隠れる位置にどうこうとかそういうのじゃなくて、もうドカーンとついてるんで、このゲート処理はねしっかりしとかんとこれもすごい目立っちゃいそうですね。最近のガンプラとかだとねゲートが目立たないように作ってあったりとかするんで、割と最近のガンプラを作るときは手を抜いちゃうところではあるんですけど、これはね手が抜けないですね。だから引け処理と含めて、表面処理をきっちりしていってあげないと結構目立っちゃうかなと思います。でその合わせ目消しをする過程でどうしても何箇所かね後はめ加工とかをしたりとかする必要が出てきたりとかもするんで、その辺ちょっとね仮組みしつつ考えていこうかなと思います。はい、こんな感じ。これもねこの方針の部分にねこうやってびっちり細かいモールドが彫ってあるんですけど、これも結構甘いなって感じですね。はい。でさっき言ってたこの多分スライド金型で作ったであろう胸のフレームとかもこの細かいモールドがねいっぱい入ってるんで、この辺とかもどういう風に見せるかで雰囲気が変わってくるかなと思うので、いろいろ工夫しながらやっていこうと思うんで割と時間かかると思います。はい。なんでねちょっと長期企画みたいな感じになりますけどもやっていこうかなと思います。で今回ねこれを作るにあたって専用の塗料もお預かりしてるんで、それも紹介していくと、こちらですね、ボークスさんで販売してる、KOG ゴールドと KOG カッパ、この2色を使ってやっていきます。これねボンベントさんなんですよ作ってんの。ボンベントさんが作ってる塗料になるんですけども、これを使ってやっていきます。で一応これの塗料の説明のところに、このナイト・オブ・ゴールドを作るんだったら、ゴールドが3本ゴールドが3本カッパーが1本必要になりますって書いてあるので、一応もうその指定の数お預かりしてるので、これで塗っていくんですけど、足りんくなったら怖いですよね。なんとかこれで頑張っていこうと思います。5スターストーリーズを知らないカーモデラーが、5スターのナイト・オブ・ゴールドを、ガチで作るとこうなる動画、ここから定期的にやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、よろしければ下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。あとさっきも言いましたけどね、アドバイスとか、応援のコメントとかありましたら励みになるし参考にもなりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。というわけで本日は開封だけになりましたけれども、ご視聴いただきましてありがとうございました。